盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北出隆一です。今回のテーマは夏場の黒松の管理注意点ということなんですけども、夏場の黒松かなり大事な時期です。年間通しても、とにかく枯れやすい時期なんですけども、もう春夏秋冬ある中で多分夏が一番枯れやすい時期だと思います。まず早速いくんですが、今日その注意点ある程度挙げてるんですけども、まず水やりからいきます。水やりはいつも僕のチャンネルでも何度も水やりは大事だ大事だと言い続けてるんですけども、特に大事なのがもうこの夏場の水やりということで、一番大事なのはそのタイミングかけるタイミング、水やりをするタイミングとその量ですね。それが適切でないとやっぱりその枯れるということになってしまいます。でそのタイミングなんですけども、こういう黒松いろいろありますけどね、これちょっと掘ってみます。でちょっと掘ったとこが湿ってたら、まだ水やりいいかなと、その湿り具合見てあと1時間ぐらいしてからかけようかなとか2時間ぐらいしてからかけようかなみたいな、そんなんも考えたりするんですけども、このちょっと掘ってそこが乾いてたらもう水やってください。でこれうちよくある種から作った黒松盆栽なんですが、こうやってね、この子めっちゃ栄養分取るんですけど、この長い徒長枝、こういうのを最近切った子なんです。こちら切るだけでこのしっかり栄養分を取るとこがなくなっただけで、こう同じような鉢で、同じ鉢ですけど同じような場所に置いて同じように水かけしてます。だったらこの子特にこの栄養分取られる分がないだけで、その木が吸って乾くっていうのが減る分湿りがちで草がよく生えるんですね。だからこういう状態だとちょっと水が多いかなと、全然生えないのはちょっと危ない可能性あるんで、水やり皆さんので言うとこの間ぐらいの水やりしてもらったらいいかなと。だから一つ草が生えだしたら結構ちゃんと水やりできてるなって思うか、ちょっと減らしてもいいかなって思うかと、そういうタイミングとか量の話ですね。そういうとこ気をつけていただいて、夏場なんで特に30度超え出したりしたら、だいたいこれぐらいのサイズで1日2回ぐらいは最低いります。夏場ほんでよく聞くのが時々言われるのが、その昼とか日中かけたらかけた水がお湯になるから良くないんじゃないかって聞いたことあるんですけども、僕はそんなことないと思ってます。で結構夏場のこういう焼き物のね、普通の鉢なんか触ったらかなり熱いんですね。今も結構あったかいです。もう置き場によってはもう卵焼きができるぐらい熱いのもあります。で日中その水をかけることによってそういう熱いのを冷やすという意味も込めて、うちはその例えば朝の9時と、昼の2時とかそんな感じでやることが多いですね。で雨が降ったら多少その時間がずれるとか、だからその朝晩みたいに夏でも朝晩かける方おられますけど、夜にかけて次朝までってほとんど乾かないんで、なんぼ夏場といえ温度が高くても、でそこに乾いてないとこに朝やって、で次晩までまた水かけないとなると、ちょっと日中やっぱねカンカン照りで怖いなと思うんで、なるべく夏場昼途中1回でもかけれたら理想ですね。朝晩プラス昼ぐらい3回やってもいいです。朝晩しかかけれないみたいな人、昼そうですね、いよいよかけれる人がいなかったら、もうこの下にねちょっと大きめの鉢に砂引いてその上にポンと置くとか、そんな感じで対策してください。かなり長く言いましたけども、夏場の水やりもとことん大事です。で次は害虫対策。害虫あったかくなると結構出てくるんですけども、冬はねあんまり出ないんですよ。で夏になったら、ダニとかね
貝殻虫とかツクイムシみたいなのも出ますかね。あと菌類とかそういうのが結構派手に出るんですね。でちょっとこれ香川県の、行政の方が作ってくれたんですけど、こういう、輸出に対してのその輸出するためにはこんだけ薬剤散布してくださいよという、そういう紙なんですけど、これ一般には売ってません。香川県の盆栽業者に配られてるもんなんですが、その中でもねこの、薬剤散布の方にこれ限ってみますと、これ1月から12月まで書いてるんですけど、やっぱ1月2月とか冬のこの12月あたりとかあんまり、書いてないんです。でやっぱこのあったかい春から秋にかけても特に夏場なんかね、もう何がおるからこれかけろとか何がおるからこれかけろみたいな、もうすごい書いてますね。もう密集してますこの辺ね。だからもうそれだけ病害虫に気をつける時期だと。で大体こんな全部かけるのはちょっと難しいんで、お時間ある方はかけてもいいんですけど、ここまでかける必要はないと思います。これの半分ぐらいかかったら十分かなと。で代表的なとこで言うと、夏の初め頃ですね。もうちょっと春も食い込むんです。春ぐらいからダニが湧き出しますね。で次が貝殻虫で、梅雨前ぐらいからその菌が繁殖しやすくなるんで、まずはダニの予防としてそのダニの薬、農協とかで売ってるんですけど、いろんな種類のダニ剤があるんで、例えば4月に A というダニの薬やったら次は、6月にB という薬やるみたいな。 A を2回やったらその A の薬に耐えられるダニとか出てくるんで、そういうあたりとかも気をつけながら、ダニはなんかすごい同じのばっかりやってたら効かなくなるらしいんで、薬を変えながら、あとそれも5月ぐらいにダニ剤と混ぜてやってもええんかな。多分大丈夫だと思うんですけど、5月ぐらいになったら貝殻虫湧き出すんで、その時にはダニ剤と貝殻虫を予防対策して、でまた梅雨前なんかはその菌がね来ると結構菌強いんですよ。うちなんかのペスタロチアっていう菌にかかった木が、過去、何年か前ですけど1本しっかり枯れたことがあったんで、そんなんを守るような薬もあるんでね、そんなんやってください。殺ダニ剤と、貝殻虫有名なところでいうとスプラサイド乳剤40みたいなのがそれも農協で売ってます。一般の方で買えるかどうか微妙ですけど、類似品でもいいと思います。あと菌を寄せ付けなくするキノンドーっていうね薬があるんですけども、それも農協で多分買えると思います。農協の銀行みたいな農協じゃダメですけど、そういう農機具とか売ってる農協でね、でそういうとこで梅雨前なんかでもかけたら結構いいかなと。それをその夏場の間に1月に1回ずつぐらいかけたら、特に異常なくいけるかなというような感じです。はい、で次が3番目、針金と書いてるんですけども、夏場針金かけしてもええかどうかという話でいくと、基本的にはかけない方がいいですね。ただ唯一かけれるとしたら、これでも目切り今日8月1日なんですけども、6月に目切りした後こうちっちゃい芽があるんですけどね、目切り直後だったらそのなんだろう、こういう新芽が出てる状態、今8月1日今この状態で針金かけしたらポロポロ大事な芽が落ちるんで、今はもうダメと。でも切った直後だったらその新芽が出てないから、かけれんことはないかなという、どうしてもかけたかったら。ただでもそのかけた後でも新芽が切った直後なんで、かけた後にこの新芽がちょっと伸びる分一節分かけれないんですね。だからあんまり効率は良くないと。だからかけれんことはないけど、無理に夏場にせんでもええかなというのがまとめた感じの意見ですね。夏場にはあんまり針金は無理にかけんでもええんかなという、目切り直後ならかけれないこともないと。で最後
夏場植え替えができるかどうかということなんですけども、植え替え大体よく言われるのが、黒松だったら盆栽だったら3月4月みたいな感じですね。で植え替えっていつができるかっていうと3月4月だからできるっていう単にそれだけでなくて、その3月4月ってその芽切りもしてないですし、芽がしっかり充実してたりするの、こういうちっちゃい芽じゃなくてね。だからこういう小さい芽じゃなくて大きいしっかりした時っていうのは植え替えがしても枯れにくいんですね。だからこういう夏場っていうと芽切り前ならできんことはないんですけど、芽切り後とか特に植え替えして根切られたこの小さい芽が耐えられなくて枯れるっていうことがあるんで、芽切り直後はしない方がいいと。で芽切り前もビューッとね新芽が伸びてる状態でできないことはないけど、その状態で植え替えしたら芽切りやっぱできなくなるんで、芽切りができなくなるんで効率的にはよろしくないかなと。だから植え替えはやっぱり黒松だったら3月4月が理想とはいえ、やってやれんことないのが11月以降ですね。いろいろうちも試してみましたけど、11月12月は全然枯れずすごい調子良かったんで、多分1月にも2月もいけると思います。他の動画でも結構植え替えは黒松年中できますよとは言うんですけど、唯一この芽切りっていう作業がある夏場はその前後はやめた方がいいでしょうという、それな感じですね。それが大体夏場の主な気をつけるべき注意点。水やり、これがもう一番大事です。これがとにかく一番大事です。で次が害虫対策で針金植え替えと、この辺り、針金植え替えはもうしない方がいいと。とにかくここ水やりと害虫対策、これをしっかり気をつけていただいて、夏場のこの枯れやすい時期をどうにか乗り越えていただきたいなと思います。本日は以上です。北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。